1992年、青森県で始まった発掘調査で縄文時代の大規模な集落跡が見つかりました。三内丸山遺跡です。この三内丸山遺跡の発見は、それまでの縄文時代のイメージを覆すような大発見へとつながっていくのです。はいどうも皆さんこんにちは。今回は三内丸山遺跡についてお話ししていきます。三内丸山遺跡というのは青森県にある縄文時代の遺跡です。日本にはものすごい数の縄文時代の遺跡がありますが、学校の授業や試験では縄文時代の遺跡といえば三内丸山遺跡といった感じで、なぜかこの三内丸山遺跡についてよく聞かれます。一体なぜ三内丸山遺跡だけよく聞かれるのでしょう。それでは早速三内丸山遺跡のお話を始めていきましょう。青森県青森市、この近くでは昔からたくさんの遺物が出土していました。そんな青森市で昭和に入って活発に行われたのが東北自動車道の建設です。この建設工事の影響でたくさんの発掘調査が行われるようになっていき、縄文時代の遺物が発見されていました。しかしこの段階ではまだ縄文時代の遺跡があるなと思われている程度、ただの遺跡と大差ありません。そんな時、大きな転機が訪れます。運動公園の拡張工事を行うことが決まったのです。運動公園には青森県が管理している県営の野球場がありました。青森県はこの野球場を別の場所に新しく建て直そうと考えたのです。新しい野球場は今ある野球場から少し離れた北西の方角、この辺りに建設が予定されました。こうして野球場建設の前段階として発掘調査が進められていくのです。しかしそこから見つかったのは巨大な縄文時代の遺跡。これが三内丸山遺跡でした。遺跡があるとは予想していたけれど、予想をはるかに上回る大きさの遺跡が出てきたのです。その大きさは今現在も確定しておらず、三内丸山遺跡は現在も発掘調査が継続されていて広がり続けています。しかし野球場の建設はすでに始まっており、野球のスタンドは一部作られていました。すでに始まった工事なので建設はそのまま進めようとされましたが、ここで驚くべき発見がされます。ものすごい大きさの柱の跡が6つ発見されたのです。その大きさから推測するに、その柱は相当な大きさ、世界的に見ても珍しいものでした。こうして青森県は遺跡の保存を決定。計画していた野球場の移設を中止して遺跡の整備へと取り掛かります。こうして三内丸山遺跡は一般に公開されるようになったのです。その後も三内丸山遺跡は次第に有名になっていき、2021年の7月には北海道北東北の縄文遺跡群の一つとして世界文化遺産に登録されました。しかしここまでの話であれば、工事をしていたら遺跡が見つかったので工事を中止して保存したという割とよくある話です。なぜ三内丸山遺跡が有名なのかということの答えとしては弱いでしょう。その答えはズバリ縄文時代のイメージを覆したからです。それまでの縄文時代のイメージというと、縄文時代の人々は少人数で素朴な生活をしており、食料を求めて移動していたというものが大半でした。しかし三内丸山遺跡から見つかったのはとても大きな掘立柱の建物跡。これだけ大きな建物なので集合住宅か集会場と考えられます。どう考えても大人数で生活しているようにしか思えません。さらに驚くべきことは、先ほどお話しした巨大な6本の柱を使った木造建設物の跡。移動する生活を送っている人間ならば、こんなに大きな建物をわざわざ作る必要はないでしょう。つまり三内丸山遺跡の状況からは、大人数で定住しており優れた技術を持っていたという縄文人のイメージが浮かび上がるのでした。このように三内丸山遺跡は他の遺跡にはない特徴を持っていて、縄文時代のイメージをひっくり返す可能性がある重要な遺跡なのです。だから学校の授業や試験では三内丸山遺跡についてよく聞かれるのです。三内丸山遺跡からはたくさんの竪穴住居跡や掘立柱建物跡、盛り土、大人や子供の墓などのほか、大量の土器や石器などが出土しました。特に有名なのが大型板状土偶です。三内丸山遺跡から見つかったものは国内最大級のものとして知られています。また翡翠、そして黒曜石といった出土品がここで見つかったことは
他の地域との交流を示しています。なぜかというと、翡翠は新潟県姫川流域で産出されたもの、黒曜石は北海道や秋田、山形、新潟、長野といった場所から運ばれてきたものだからです。石が勝手に移動することはありませんので、これは人の手によって交易が行われていたということになるでしょう。これ以外にもたくさんの出土遺物が見つかっており、遺跡内にある展示室で観覧できるので、興味がある方はぜひ訪れてみてください。